わりです。今回はですね、埼玉県の三郷市にございます埼玉ボイスランドというね、爬虫類とかエキゾチックアニマルがいろいろといるエキゾチックアニマルカフェの方にお邪魔させていただいております。こちらね、最近できたところなんですけども、本当にね、レアな生き物がたくさんいて、店内もおしゃれということでね、結構気になってたので、早速これから中を見させていただこうかなと思います。お邪魔します。うわ、すごい、めちゃめちゃおしゃれでこだわってる店内ですね。もう壁一面葉っぱ、上も葉っぱでお猿さんもおって、何よりこの床全部ね、このウッドチップですね、敷き詰められてて、すごいおしゃれですね。なんかもうジャングルの中にいるみたいな感覚になりますね。で、店内の生き物の数もすごいですね。これ赤鼻グマですよね。赤鼻グマです。こんな子もいるんですね。この子すごい人に慣れてて、撫でてもらうとこう喜ぶんですよ。あくびしちゃって。あ、本当だ、あくびして、これ喜んでるってことなんですか。喜んでます。すごい、こんな慣れてる赤鼻グマ初めて見た。なかなかいないですね。そうですよね。かわいい。こんな珍獣に触れるところなかなかないんじゃないですか。これはなんですか、これ。シマスカンクっていうスカンクです。スカンクですか。ちなみにもう抱っこできるんですよ、この子。スカンク抱っこできるところなんてないっすよね、他に。ちょっと抱っこさせてもらってもいいですか。どうぞ。持ち方とかあるんですか。お尻をこうお尻を持ってあげる感じで。すごいおとなしいですね。おとなしいです。おならします。しないです。しないんですか。はい、おならしないもんなんだ。なんかすごい毛は割とそんなに柔らかくないけど、体がめちゃめちゃ柔らかい。超気持ちいいですね、なんか触ってると。スカンクって何食べるんですか。基本的には、果物と、あと根菜をメインに与えてます。人参とかリンゴとかを。超かわいい。こんなおとなしいもんなんですね。この子も特別慣れてるんで、なかなかこんなに動物園でもこんなに触れないと思います。そうですよね。見て、このお顔結構可愛い顔してるんですね、スカンクってね。これ柔らかさがすごい、体の本当に。今まで触った生き物の何よりも柔らかい。かわいい。これでもう大人ですか。そうです。これやばいわ。これやばい、ハマる。ありがとうございます。ありがとうございます。フェネックもいるんですね。世界一可愛いと言われる動物。めちゃめちゃ可愛いですね。まだちょっとビビってるかな。大きな袋もいますね。この子はユーラシアワシミミズクになります。で、上にメンフクロウもいて、こちらにアフリカオオコノハズクとインドコキュンメフクロウっていうのもいるんですね。ちょっとあれだな、威嚇してるな。可愛いだけだけど。この子なんかもうほら、こんな超ちっちゃくて可愛いですよ。ただちっちゃい子の方が噛む力が強くて、そうなんですか。くちばしがこう狭い分、つまむような、詰められるような感じが。なんかあれですね、ノコギリクワガタに挟まれるよ。挟まれたのが痛いみたいな。この子も怒ってる。で、ここに猫ちゃんもいるんですけど、ものすごい人懐っこくて、こうやって指を入れるとペロペロしてきたり、体をこすりつけてきたりするんです。すごいペロペロしてる。すごいペロペロしてる。こんなベタな猫いますか、初対面で。この子が実は当店の一番人気の子で。いや、もうそうなりますよ。もう自分が一番構ってもらってないと嫌だみたいなタイプの子なので、もうみんなに抱っこしてもらったり撫でてもらったりして。この子抱っこできるんですか。できますよ。です。あら、はい、ありがとうございます。あら、超かわいい。あららららら。何行かないで。これベンガルの血が入ってるだけあって、毛並みがすごくいいいですね。サラッサラ、めちゃめちゃ気持ちいい。あらあらあら、あら、行かないで。
どうしたの？さっきはあんなに俺にペロペロしてきたのに。猫カフェとか行くと大体塩対応なんですよね、猫ね。店員さんの方に当ててて、店員さんが歩いたらそっち行っちゃうみたいなパターンが多いんですけど、このチャーちゃんはこんなに触らせてくれる。猫カフェよりこっち来た方がいいですよ。これ猫カフェに怒られるかな。一応ベンガルキャットなので、はい毛の生え変わりが極端に少ない動物で、1年に1回生え変わるか生え変わらないかって言われてるんですよ。じゃあ抜け低周毛が期動物って言って、はで結構猫アレルギーの方でも触らなければ見てる分には大丈夫って方も結構いらっしゃって、お客様の中で僕猫アレルギーなんですよ、私猫アレルギーなんですよっていう方もいらっしゃるんですけど、最終的にここに座ってチャーちゃんの写真撮ったりしてる方もいらっしゃるぐらいで、じゃあ結構あれですか、飼ってても部屋に抜け毛が散らないとかそんな感じなんそうですね。いいなぁ。顔他のところでなんか売ってたらこの子はお店のペットなんですもんね。そうです。ね、ここの黄色アナコンダがすごいでかいんですよ。普通売ってるの大体なんかもう丸まったらこんぐらいみたいなちっちゃいサイズの子が多いんですけど、ここまでのサイズの子なかなかねお店で見る機会ないと思うんですよね。でこの水場で飼育してるっていうのもあんまりないので面白いですね。こんな感じで飼えるもんなんですね、黄色アナコンダってね。そうですね。基本的にアマゾン川流域に生息しているっていうのを考えて、ちょっと水の中を泳ぐ姿をそれでレイアウトしてみようかなと思って、そういう風にしてみました。なるほど。太さがね腕の太さぐらいありますよ、黄色アナコンダ。最大 3,4 メートルぐらいまで成長するっていうけど、特定動物ではない、特に許可なしで飼える大蛇ですね。あー、ここにいるレッドテグーがもうほっぺタプタプで可愛いですね。こっちはグールドモニターですね。でインドシナウォータードラゴンとか、イグアナとかいろいろね爬虫類もやっぱたくさんいますね。12月にミーアキャットが生まれて、ベビーがいるんですよ。これですか。うわちっちゃ。見て見て。まだミルクで。拳ぐらいの大きさですね、まだね。うわちっちゃ。かわいいなこりゃ。もうそろそろ2ヶ月になるので、もう走ったりはするんですけど、まだちょっとビビりですね。あら赤ちゃんって感じですね。泣いてる。なんか触れ合いできる爬虫類とかもいるんですか？爬虫類は基本的にそこの、上にいるセントラルパイソンと下にいる、ミルクスネークや、コンスネークなどの、あとレオパ、西役になりますね。で触れ合いに関して言いますと、そこにいるリクガメと、あと猫のチャーちゃんと赤鼻グマののんきくんに関しては、触れ合いは自由にしてもらって結構なんですけども、爬虫類、あとクロモモンガに関しては、別途で500円触れ合い料金いただくような形になっております。おお、これはミルクスネークですか？ミルクスネークです。シナロアミルクスネークっていう、でもグッチの財布とかによくデザインされてる。へえ、ちょっと高級感のある感じですもんね。こちらが西アフリカトカゲモドキ、まだ結構若い子ですかね。そうですね。レオパに似てるんですけど、またちょっとねレオパと違った魅力があるんで、レオパ飼ってて西アフ飼ってないよって人はぜひちょっと触ってみてほしいですね。ちょっとずんぐりむっくりしたような背景が魅力ですよね。こちらがセントラルパイソン。結構でかいですね。2メーターはないか。2メートルは多分あると思います。あります？お元気がいい。こんな大きなヘビをね触れちゃうんですね。おお、すごい。首に巻いたりもできちゃうんじゃないですかこれ。できます。ほらちょっと今変な状況だけどはい、というわけで今回は埼玉県三郷市にございます、埼玉ゴイスランドさんにお邪魔させていただきました。まだまだね動画で紹介しきれてない魅力的な生き物がたくさんいるんでね、皆さんぜひね、実際に来て見てみてください。
こちらってなんか料金形態がどんな感じになってるんですか？基本的には、フリータイム制で、ワンドリンク付きの1000円になっております。で小学生以上のお客様は500円、小学生未満は無料となっています。1000円でずっといていいんですか？ずっといて大丈夫僕です。無限にいてずっと猫ちゃんになってますけどね。はい。爬虫類たちは、触れ合いとは別途で、500円いただくんですけど、餌やり体験もできること、そういうことができます。ヘビもレオパも、はい。で二尺もできちゃうんですか？できます。基基本的にレオパたちは、レオパとか西アフリカトカゲモドキに関しては冷凍コオロギを使って、ヘビはもちろん冷凍マウスを配当したものをセントラルもできるんですか？セントラルもできます。これぐらいの大きさのヘビに餌やりする機会ってなかなかないと思うんで、いいっすね。営業時間とかって営業時間は、平日は14時から22時で、土日祝日は、12時から22時になってます。結構やってるんですね、夜遅くまで居座れちゃうんです。でこちらってのはもう生体の販売もされてるんですよね。はいしております。ただ猫のベンガルキャットの猫のチャーちゃんと、アナグマののんきくんは当店のペットなので、それ以外の生き物は購入することができます。全部買えちゃうんですか？はい。でさらにここねビルの3階にあるんですけども、1階部分がゴラゾンさんというまた別の爬虫類ショップになっておりまして、こちらでね生態もいろいろ販売されておりますので、合わせていくとより楽しめるんじゃないかなと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画編集したらね、またスカンク触りに行きたくなっちゃいましたね。本当にスカンク触れるカフェって他にないと思う。多分動物園でも触らないと思うんで、ぜひここはね一度行った方がいいです。スカンクめちゃめちゃ柔らかいです。